東京立川、新宿から電車でおよそ30分、多摩地域を代表する拠点都市です。駅前には商業ビルが立ち並び、夜になればネオンが輝くこの街に、かつて空の都と呼ばれた時代がありました。その名残を今に残すのがこのシネマ通り。今は静かな商店街ですが、戦後は米軍の街として米兵と彼らを迎える女性たちで賑わっていました。松本清張の小説「ゼロの焦点」にも登場した欲望と孤独が交錯する街。なぜ立川がそんな夜の街になったのか。それはすぐ近くに日本有数の空港、東京飛行場があったからです。国際便も発着し、日本の空の玄関口として全国に知られた街。かつてここは空の都だったのです。立川駅から歩いて15分ほど、街の喧騒を抜けると広大な昭和記念公園が広がります。首都圏でも屈指の規模を誇るこの公園、年間およそ400万人が訪れ、家族連れや観光客でにぎわう平和の象徴です。けれどこの広い敷地にはもう一つの顔がありました。園内に伸びるまっすぐな欅並木。今は人々の散歩道となっていますが、実はかつて飛行機を誘導する誘導路の跡なのです。その先、北に伸びていたのが立川飛行場の滑走路。戦前は約900メートル、米軍基地となった1960年代には全長1500メートルにまで拡張されました。東海道新幹線の16両編成を3本半並べたほどの長さ。飛行場全体では東京ドーム40個分。この地がどれほどの規模だったかがわかります。昭和初期、ここから東京と大連を結ぶ国際便も発着し、空の都、立川は日本の空の玄関口として全国に知られました。公園の北側へ進むと、フェンス越しに四角い舗装が残っているのが見えてきます。ここはかつての滑走路19エンド。この一角にある舗装はブラストパッドと呼ばれる部分。離着陸の際、ジェット噴射の熱や風で地面が削れないように設けられた保護舗装です。数字の19は南へ向かう190度の方位を示しています。通常は使われない滑走路の端。けれど空撮地図を見れば、その四角い形が今もくっきりと残っています。つまり私たちの足元に広がるこの地面こそ、かつて戦闘機や輸送機が轟音を上げて走り抜けた滑走路の端の痕跡なのです。泉町にそびえるこの給水塔、1938年、軍需工場立川飛行機株式会社のために建てられたものです。高さおよそ30メートル、立川飛行場の東に位置し、工場や従業員施設へ水を供給していました。そのすぐ隣に立つのが立飛の飛。この地で生まれた立川飛行機、後の立飛企業が
日本の航空史に刻んだ足跡を伝えています。戦前日本の航空機メーカーは中島、三菱、川崎、そして立川飛行機がありました。ここで製造されたのは一式総発高等練習機など多くの操縦士を育てた機体たち、そして太平洋を無着陸で横断したミスビードル号は立川で整備を受け大空へと旅立ちました。日本の空を支えた技術と情熱、その原点がここに眠っています。そして立川に隣接する東大和市には今も戦時の爪痕を残す建物が静かに佇んでいます。旧日立航空機の変電所。1938年、航空機エンジンを生産するための工場に電力を供給する目的で建てられました。太平洋戦争の末期、この一帯は米軍の激しい空襲を受け、変電所の白い外壁には機銃掃射の弾痕が無数に刻まれました。壁面には今も直径数センチの弾痕が点々と残り、当時の攻撃の激しさを物語ります。命中しやすい白い建物として狙われたとも言われています。それでも致命的な損傷を免れ、戦後も1993年まで変電所として使われました。今は公園の一角に保存され、軍都の爪痕を生々しく伝える遺構となっています。さらに戦後1955年にはジャムコが創業、航空機内装や整備を手掛け、立川は今も空の技術の街として生き続けています。飛行場を支えたのは空を飛ぶ翼だけではありませんでした。 JR 中上駅から飛行場へ直接つながる引き込み線がありました。資材や燃料を運ぶための重要な補給路で、戦後は米軍の物資輸送にも使われました。今は住宅街を貫く引き込み線通りとして残り、まっすぐ続くその道が当時の鉄路と重なっています。武蔵緑地公園には当時のレールの一部が保存され、静かに往時を物語っています。かつて飛行場が広がっていた場所は今全く違う風景に生まれ変わっています。立飛の名は多摩モノレールの立飛駅として残り、かつての格納庫跡地にはララポート立川立飛が建ちました。商業施設と公園、空の都は暮らしの都へと姿を変えたのです。敗戦後、立川は米軍基地の町となり、夜の繁華街は活気と悲しみが入り混じっていました。その象徴が立川駅北口のシネマ通り。1925年に開館した映画館立川キネマを中心に、戦前は映画と文化の通りとしてにぎわいましたが、米軍駐留時代には米兵と女性たちの姿であふれたといいます。松本清張ゼロの商店にも書かれたその時代の気配は今も静かな商店街の奥にわずかに残っています。大け焼きのそばで遊ぶ子どもたち、散歩を楽しむ人々、
この穏やかな風景の下には、かつて空の都と呼ばれた時代の記憶が眠っています。立川、空と街が交差する場所です。